どうも、小倉です。ファンタビー3、2回目見ました。前のさ、ファンタビの動画で気になるシーンが一つあって、覚えてないセリフが一つあるって言ってたから、でそこをさ、私は注視して見たかったから、すごい集中して見たかったのに、焦ってそのスクリーンに入ったから、ちょっと最初心臓バクバクしながら見てた。私がさ、すごいさ、気になってたシーンってさ、あそこだからさ、最初のさ、ダンブルドアとグリンデルバルドがレストランで会話するシーンってすっごい最初なのね。もうファンタビー3が始まったすっごい最初のところだから、そこも結構心臓がバクバクしながら見てたの。でも気になってたセリフはちゃんと聞き取ったの。でそれが何だかっていうと、ダンブルドアがグリンデルバルドと若い頃一緒にいたのは君を愛していたからだみたいなことを言った後に、そのグリンデルバルドがそれだけじゃない、なんとかなんとかだって言った時に、そのなんとかなんとかだっていうのを私が聞き取れなくて、2回目絶対見に行ってそこを注視してみますって言ったところ、グリンデルバルドめっちゃ普通のこと言ってた。なんでそこそんなに私が気にしたのか分からなかったけど、ダンブルドアがグリンデルバルドに君を愛していたからだって言った後に、グリンデルバルドがダンブルドアに向かってそれだけじゃない君が始めたことだって言ったのね。めっちゃ普通のことじゃないめっちゃ普通のことをさ、私さ、聞き逃したみたいな、絶対重要なセリフだったとか言ってさ、息巻いてさ、楽しみにしてさ見に来たけどさ、全然普通のことで逆に焦ったよね。普通のことすぎると思ってでも悩みっていうかさ、心の中のわだかまりが解消できてよかったけど、自分でも焦ったよね。なんでこんな普通のこと言ってんのにすごい気になってたんだろう自分って。ファンタビじゃないよ、そのハリーポッターシリーズ通してさ、すごい重要なセリフとしてさ、オールウェイズっていうセリフあるじゃん。私はさ、ファンタビ3さ、2回とも吹き替えでしか見てないから確かなことは言えないんだけど、クリーデンスがさ、アバーフォースに僕のことを気にかけたことはあったって聞いた時にさ、アバーフォースがさ、いつもだって言ったじゃん。それってさ、絶対さ、字幕にしたらさ、オールウェイズになってるよね。それはそうだなと思った。ハリーポッターシリーズの中で結構重要なさセリフ扱いされてるじゃん、オールウェイズって。だからそこのアバーフォースのセリフは多分字幕で見たらオールウェイズなんだなっていうのを思った。だから3回目で字幕で見るのもいいかもなとは思ったけど、これ実行するか分かんない。でもこれオールウェイズだと思うから、確かめてみるのもありだよね。僕のことを気にかけたことはあった、いつもだ。アバーフォースとクリーデンスよかったね、よかった。あとあれだね、セルフ間違いをしてた。私記憶間違い、覚え間違いをしてて、グリンデルバルドがダンブルドアにこの先ずっと孤独だみたいなことを言ってたって言ってたけど、あれちょっと違ってたね。覚え間違いしてて、これから先誰が君を愛してくれる、孤独が待ってるぞ、そう孤独が待ってるぞって言ってたの。これから先誰が君を愛してくれる、孤独が待ってるぞって言ってて、それはちょっと覚え間違いしてるなと思った。でもよかったね、そこもちゃんと聞けてよかったかなと思ったね。でやっぱりさ、そのグリンデルバルドが最後みんなに杖を突きつけられて包囲されてる時に、私は敵じゃない、これまでも今もって言った時に、ダンブルドアのカットがパッて入ってさ、だからやっぱりさ、セリフってさ、すごいダンブルドアに言ってる気がしてさ、さらにさ自分のその思いが強まった。ダンブルドアに言ってないかもとも思ったけど、2回目見てダンブルドアのカットが入った時に、これやっぱダンブルドアに言ってるかもっていう気持ちがさらに強まった、深まった。アバーフォースの鏡にクリーデンスがメッセージを残してたっていうのはさ、もう映画の中でさ明らかにされてるじゃん。そのクリーデンスの鏡にもさ Forgive me っていう許してくれっていうメッセージがさ残されてたじゃん、届いたじゃん。それってさアバーフォースってことだよね。でそのアバーフォースとクリーデンスが鏡でやり取りしてたっていうのは別に明らかにされてなかったから、2回目で知ったっていうか、私は遅いかもしんないけどね、2回目で知って、クリーデンスの鏡にそのメッセージを残してたのってアバーフォースだったんだって思ったんだけど、でもアバーフォースは自分の鏡にさクリーデンスがメッセージを残してきた時に誰かわからないって言ってたじゃん。なのにアバーフォースは誰かわからない人のメッセージに自分のメッセージを返信できたっていうのってちょっとおかしくないと思って、鏡でやり取りする魔法がどういう魔法かわかんないけど、誰が自分の鏡にメッセージを残してきてるかっていう、その誰がっていう特定ができてなくても、自分はさそのメッセージに返信することができるんだね。だってさ、そうじゃなきゃさおかしいよね、魔法って。だってアバーフォースはさ、クリーデンスが自分の鏡にメッセージをしてきてるってさ、知らなかったじゃん。知らなかったけどさ、アバーフォースはアバーフォースでさ、クリーデンスの鏡にさ Forgive me で許してくれって言ってたわけじゃん。それってさ、クリーデンスって気づいてないのに許してくれって言えたってどういうこと？クリーデンスって気づいてて、クリーデンスが自分の捨てた息子、嫁と一緒に捨てた息子って気づいてて、それに対して許してくれならまだわかるの。クリーデンスって気づいてなかったところか、クリーデンスが自分の息子だってこともアルバスに教えられて初めて気づいたことじゃない。なのにさ、それに対してさ、許してくれって言えたっていうのはさ、どういうことと思って。それか許してくれっていうのは別の人に言ったのか、アリアナに言ったのかな、どう思う？
許してくれってじゃあアリアナに言ったってこと？この孤独が分かるかは分かるよ。そのクリーデンスの心のなんか叫びだから。 Forgive me は分かんない。誰に言ったんだろうね。なんかめっちゃ私の手にピントが合うんだけど、私の手が顔だと認識されている？怖くない？それもそれで。あと私が気になったのはダンブルドアのセリフだね。ダンブルドアがさ、最初自分の血の誓いを話をした時にテセウスがなんで血の誓いなんてしてしまったんですかみたいなことを聞いた時に、ダンブルドアが愛とも傲慢さとも好きに受け取ってくれって言ったじゃん。それがめっちゃ最初のシーンね。でその後のすっごい最後のシーンにダンブルドアがニュードにありがとうって言うじゃん。でそれはなんか一緒に戦ってくれてグリンデルバルドを一緒に倒してくれてなんかありがとうっていうことだと思うんだけど、ありがとうって言った時にニュードが何のありがとうですかみたいなことを聞いたのね、ニュードが。そしたらその時にまたダンブルドアが好きに受け取ってくれって言ったの。なんかダンブルドアってさ、なんて言うんだろう、なんか自分と他人と完全にセパレートしてる人だよね。だからさ、好きに受け取ってくれって言うんだと思うの。好きに受け取ってくれってすごい言いづらい。なんでだろう。なんか好きに受け取ってくれってすごい言いづらいんだけど、好きに受け取ってまでなら言えるんだけど、くれが全然出てこない、私の中で言葉が。話戻るけど、ダンブルドアがさ、好きに受け取ってくれって言うってことはさ、ダンブルドアはさ、自分と他人とを完全にセパレートしているっていう性格なわけじゃん。それさ、なんかすごいなんて言うんだろうね。なんかちょっと悲しいよね。自分と他人とを完全にセパレートして自分を理解できる人は誰もいなくて、当たり前のように他人のことも完全に理解することはできないっていう、その聡明さが現れているんだと思うんだけど、なんだろうね。なんか融合をしないところ、なんかさせないところがなんかちょっとあまりにも悲しくはあるっていうか、自分と人と完全にセパレートしている人が好きなのね、私って。でなんかそういう風に逆な風に自分と人と完全にセパレートできていない人が私すごく嫌いで、なんか苦手なんだけど、でだからその自分と人と完全にセパレートできている人を見ると、なんかすごく私は聡明だなと思って、そういう人のこと結構ね好きになるんだけど、友人としてとか仕事仲間としてなんか信頼ができるなと思うのね、そういう人の方が。でもなんかダンブルドアの好きに受け取ってくれはなんかちょっとあまりにも悲しいっていうか、なんか私が自分の気持ちを話しても、なんか君が私の気持ちを完全に理解することはできないから、だったらもう別に君なりの解釈でいいよって言っているってことじゃん。それってさ、なんかちょっと悲しくないと思って。私だけかな。悲しくない？なんか自分がどれだけ言葉を尽くして説明しても、私の言っていることをあなたは完全に理解することはできないから、だったらあなたの好きな解釈でいいよって、なんかちょっとその突き放している感じ、完全にセパレートしているのは私はいいことだと思うけど、なんか距離をちょっとなんか取りすぎている感じがなんかすごく私の中で悲しかったのね。ダンブルドアだって感じがした。なんかダンブルドアってさ、なんかめっちゃ奥が深い人だよね。ハリーポッターシリーズのダンブルドアとなんかファンタビーシリーズのダンブルドアがあまりにも違いすぎて、違いすぎないんだけど、過去を描かれたのが初めてだったから違いすぎるって感じるのかもしれないけど、なんかやっぱあまりにも違いすぎるから、ダンブルドアってめっちゃ奥が深い人だなってめっちゃ思う。なんか今日私めっちゃ元気じゃない？声がでかいし早口。ゴールデンウィークで今日が仕事なくて1日オフだから元気なのかなとか言って遊びに行かずになんか撮影と編集しかしないんだけど、なんかさ、そういうダンブルドアのそういうところちょっと悲しいなって思う。面白いけどね。なんかさ、そのダンブルドアってさ、フォーゲルとかコーネリウス・ファッチとかゲラートっていうかグリンデルバルドとかもそうだけど、なんかダンブルドアって私の中ではなんかあんまりこうその人に恵まれてこなかった人生だなってすごく思うのね。ホグワーツの校長になった頃にはすごい人望に厚くていろんな人に信用されているなんか意外な魔法使いだったけど、なんかそれでもさ、ダンブルドアって私の中で結構人に恵まれてこなかった人生だなって思うのね。でなんか正しいことをしてなんかたやすきことと間違えるなっていろんな人に言ってたけど、結局さ、そのコーネリウス・ファッチもフォーゲルもなんか自分の言葉を信用してくれなかったし、でなんかグリンデルバルドも自分の言葉を信用してくれなかったっていうか、自分から離れていったっていうか、これはダンブルドアから離れていったのかもしれないけど、ダンブルドアって結構人に恵まれなかった人生だなってめっちゃ思うんだよね。で最後はさ、ヴォルデモートを倒す時にダンブルドア軍団じゃなくてなんだっけ、フェニックス不死鳥の騎士団を作った時にはさ、なんかいろんな人に恵まれて、いろんな人がさ自分のために命をかけて自分の思想に賛同して命をかけて戦ってくれて仲間になってくれたとかはあったけど、なんかでもそれもさ、なんかさ、なんて言うんだろうね、そこでは確かに恵まれてるんだけど、なんか人になんかあんま恵まれてないような気がするっていうか、ダンブルドアの思想に賛同してさ、なんか同じ
戦いに参加してくれた、命を懸けて参加してくれた大人たちっていうのはすっごいいっぱいいるけど、なんかそれでもやっぱりダンブルドアの心っていうのはなんかずっと孤独だったんだなってすごい思う。なんかジェイコブとさクイニーの結婚式を見てるダンブルドア、なんかすごい幸せそうなさ結婚式を見てさ、ダンブルドアもなんかいろいろ考えてたと思うけど、なんかダンブルドアってさ結局愛していたグリンデルバルドとも離れ離れになって、その先の人生でダンブルドアが誰かを愛したことってないじゃん。ずっと一人でずっと孤独で生きて、で魔法界のためにしたことはいっぱいあると思うけど、だからといってなんかそれがダンブルドアの孤独を癒せるわけではないじゃん。そのなんか仕事たちとかその名誉ある称号たちがダンブルドアの心を癒せるわけではないと思うから、なんか結局ダンブルドアの心っていうのはなんかずっと孤独だったんだなと思うっていうか、なんかわかんないけどさ、何なんだろうね。なんかダンブルドアがグリンデルバルドを愛していたっていうのがその連母なのかは本当にわかんないから、なんか一概には言えないんだけど、でも結局愛していたっていう言葉を使ったただ一人の人が私的にはグリンデルバルドとハリーだと思うのね。今なんて言った？ただ一人って言った？愛していたっていう言葉を使ったただ一人の人が。違う。愛しているという言葉を使ったなんか数少ない人間。なんていうの、愛しているというなんか表現を使った人間はこの世でグリンデルバルドとハリーだけだったと思うのね。でもさ、グリンデルバルドとは離れ離れになってハリーもハリーでダンブルドアと特別な関係になることはなかったから、だからそう考えるとなんかダンブルドアってなんかずっと孤独だったんだなってめっちゃ思うっていうか、で家族もさ、両親はもうファンタビの時代でもうすでにいなかったし、もいなくて、肉親っていうのがさアバーフォースと自分なだけでしょ。それでさ、そのホグワーツの校長になったダンブルドアがどれだけ人に囲まれて、なんか人に愛されて、人に信用されて、どれだけ多くのその人たちがダンブルドアに集まっていたとしても、でもそれってさ、だからといってダンブルドアのさ精神的な充足感が得られたかどうかっていうのはなんかすごくわからないことじゃない？多くの人に囲まれてることイコール孤独じゃないとはなんか言い切れないと思うのね、私は。ダンブルドアのしてきたことってなんかすごい正しかったし、そういうなんか思想に賛同してくれた魔法使いっていうのがたくさんいて、そういういい魔法使いに最終的には囲まれて死んでいったわけだけど、でもだからといってダンブルドアの心が孤独じゃなかったわけではないじゃない。たくさんの人に囲まれようと特別な関係の人っていうのが多分いなかったと思うから、なんかそう考えると、あれだけ多くの人に囲まれてようと、自分の死を悼む人がなんかたくさんいようと、ダンブルドアの精神的な充足感っていうのはなんか得られなかったんじゃないのかなってなんかめっちゃ思って、なんかそう考えるとダンブルドアって結構なんか最初から最後まで孤独な人生だったなって思うんだよね。でもなんかその孤独にダンブルドアはなんか負けなかったじゃん。なんかグリンデルバルドしか自分のことを愛してくれる人がいなかったとしても、結局その自分がしていることが正しくなかったってことに気づいて、自分からグリンデルバルドの元を離れたわけだし、その離れた時にこの先一生グリンデルバルド以外に自分のことを愛してくれる人はいないかもって、もしかしたらダンブルドアもさその心をよぎったかもしれないけど、でもそれに従わずに孤独に打ち勝ったっていうか、孤独に負けなかったところがダンブルドアの素晴らしいところだなってすごい思ったんだよね。なんだろうね、なんかそれがやっぱそこら辺なんかそういう人格者のところがダンブルドアのいいところだよね。でもやっぱね、ファンタビ2回見て、ファンタビ3を2回見てなんか思ったのはそこかな。ダンブルドアってなんか孤独だったんじゃないのかなと思った。人に恵まれなかった人生な気がする。なんかでもこれはちょっとファンタビ3、2回目もね面白かった。まあでもアバーフォースとクリーデンスの鏡のやりとりの謎はなんかすごく気になる。何だったんだろうあれ。許してくれってさ、やっぱアリアナに言ってたの？いやでもアリアナに今更言わないよね。じゃあクリーデンスに言ったってことになるじゃん。でもなんかそれだとさ、私の中で辻褄が合わないんだけど、どういうこっちゃ、教えてくれ誰か。まさか有名なセリフのオールウェイズ次アバーフォースが言うなんてね。アバーフォースオイタンが言うなんて超有名なセブンの大事なセリフ。なんかさ、テセウスがさ最後にさダンブルドアに絶対グリンデルバルドをやっつけてくださいねっていうところってさ、テセウスさやっぱリタのこと気にしてんのかな。やっぱっていうか当たり前だけど元婚約者だし、やばいもう動画が切れる。29分59秒になると私のカメラは動画が勝手に切れる。言いたいこと言わなきゃ。言いたいこと何？私の言いたいことって何？オールウェイズも言ったし、鏡の謎も言ったし、完全にセパレート、やばいもう53秒。完全にセパレートしてる性格だってことも言ったし、あと何？あと
完全にセパレートしてる性格だったとも言ったし、ダンブルドアが孤独だったんじゃないかってことも言ったね。あと、この先誰が愛してくれる子供待ってるぞ、オルウェイズもね、リマンデのだ。まあでも全部言ったね。2回目の感想はこんな感じだよね。だって1回目も見て、2回目も面白かったね。カニダンス。くんね。これさ、家で私めっちゃやってんだけど、なんかパパにめっちゃ笑われる。そりゃそうだよね。24の娘がさ、なんか家でこれめっちゃやってたらさ、なんかさ、ファンタビのさ、その CM がさ、流れるじゃん。で、流れるたびにさ、エディがさ、これやってんじゃん。こうやって。で、そのたびにさ、私がこうやってやるの。こうやってやって、私もエディのモノマネするのね。こうやって、くねってやってさ、パパがさ、なんかニコニコしながらさ、こっちめっちゃ見てくんのね。なんか面白くない？パパさ、なんかニコニコしながらこれめっちゃ見てきて、面白いのとか言ってくる。そうさ、何に対しての面白いのなんだろうね。ファンタビ面白いのなら面白いよって答えるけど、そのダンス面白いのだったら別に面白くないよって答える。別に私エディの真似してるだけだからさ、こうやってくねさ、エディがさ、なんだっけ、テセウスにさ、なんかもっとちゃんとやってよっていうところあるじゃん。それでテセウスがさ、なんかちゃんとやってるよみたいな、お前の真似してるよちゃんとみたいなこと言った後にさ、なんかさ、ニュートがさ、できてないよみたいなこと言うのさ、面白くない？ニュートってさ、なんかあんまりさ、自分の意思出せない感じがするけどさ、なんかあそこではさ、なんかできてないよって言ったらさ、なんか面白かった。なんかやっぱ私ニュートめっちゃ好き。なんかジェイコブがさ、ポートキーでさ来た時にさ、なんか真っ先にハグしに行ったじゃん。なんかあのシーンめっちゃ好きなの私。ジェイコブ久しぶり、元気だったってなんか言うところ、会いたかった人に会えた時の興奮度合いをニュートは隠せないじゃん。なんかそこがすごい好き。その結婚式でティナとなんか久しぶりに会った時にもさ、ティナと会えて嬉しいってことをさ、なんか全然隠せなかったニュートのなんかそういう素のところがすごい好き。若い頃のさ、ミネルヴァもさ、なんか面白くない？謝罪を受け入れましょうみたいな。ミネルヴァっぽいなってめっちゃ思った。謝罪を受け入れましょう。で、あとさ、なんか選挙さ、サントスばっかり支持されて面白くなかった？もう一人のさ、男の立候補者がさ、なんか全然迎合されてなかったっていうか、迎合されてないじゃない。なんで全然支持されてなかったよね。サントスばっかりさ、掛け声がさ、全部サントスみたいな感じでさ、あそこさ、グリンデルバルドいなかったらさ、サントス一強じゃんと思って。まあ、結局さ、心が綺麗な人としてキリンちゃんに選ばれたわけだから、サントスで全然良かったんだけど、なんでそこもうちょっと注視してみなかったのっていう部分があるんだけど、最後さ、グリンデルバルドとさ、ダンブルドアが戦うシーンあるじゃん。戦うっていうか、その戦うシーンでさ、グリンデルバルドの放った魔法が緑色かどうかだったことだけ見たい。多分赤だったと思うんだけど、ダンブルドアに向かって放った魔法がさ、緑だったらさ、結構なんか嫌じゃない？悪意を持って放った魔法がさ、緑色になるんだよね。確か、ハリーポッターのさ、なんか共通認識として。だからさ、グリンデルバルドはさ、ダンブルドアを愛していたわけだからさ、なんかダンブルドアに向かって放った魔法がさ、緑色だったらちょっと嫌なんだけど、多分なんかだったと思うんだよね。でね、ダンブルドアもグリンデルバルドに何回か魔法を放ってたんだけど、それは全部白だった。多分ね。ファンタビー3、2回見ました。2回目見ました。面白かったです。字幕で見る元気があったら、3回目は字幕で見ます。アバーフォースのセリフは絶対にオールウェイズだよねと思った人は、チャンネル登録とコメントよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。